新人タクドラチャンネル。はい、皆さんこんにちは。新人タクドラチャンネルです。本日は、教習所二種免許取得への道5日間のカリキュラム2日目の朝でございます。今向かってます。カリキュラム見ますとね、今日は、10時20分から晩の夜の9時20分まで長いですね。12時間約。最初の一つ目の枠が、今回僕の班は愛っていうね、英語の愛っていう黄色いところの班なんで空きやったんですけども、一発目が10時20分からスタートで、12時間ぶっ通して2日目を今からチャレンジします。前回ね、の動画で1日目の様子上げてます。で、世間は狭いいう話でね、椅子が狭いとかね、いろいろありましたけども、まずね、大事なのは明石の試験場の予約。これ他府県の方どうか分かりませんけども、兵庫県は明石と田島という2カ所でね、運転免許、これはもう原付からバイク、自動車全てなんですけども、試験場っていうのが明石っていうところと南部ので、北部の田島というところになるんですけれども、いずれもウェブインターネットからの予約が必要なんですよ。まずここでまずフィルターにかけられて、なかなかこう高齢者の方とかスマホが苦手な方とかは結構ここで挫折するみたいなんですけど、まずネットからの予約なんですけど、これがね2月いっぱいはもう満員で、私的にはもう2月の19日今週のもうあと3日後には卒業なんで、今週週末受けたかったんですけど、予約ができなくて、で本日2月16、今日の朝9時から3月の予約ができますっていう状態やったんです。でちょうど先ほど本当にちょっと出しますけど、アクセス集中してて、なんとかアクセスできて、で予約しよう思ったらめちゃめちゃ重たくて、これ結構みんな苦労したんちゃうかな。250人の枠があるんですね。これ例えばちなみに3月2日の午前中なんですけど、250の枠にものの15分ちょっとでもうゼロ、もう埋まりました。で私なんとか滑り込みセーフ、なんとか予約できました。なので、順調にいけば、今日5日のうちの2日目なんですけど、3、4、5と5日間行って、ちょっと1週間空きますけども、3月入って初っ端月曜日に3月2日明石で学科試験受かれば二種免許を保持している人間として、タクシー業界に、入っていくという流れになりますね。もちろんこの1週間空くんですけど、その間に勉強もできますし、その間に入社予定のタクシー会社の担当の方とのお話、面談、面接も入ってますんで、リズム的にはそこまでは狂わなくてよかったなと。本来はね、先にも2種免許持ってる状態で面接とかしたかったんですけど、いずれにしても入社していきなり初日から人を乗せるわけじゃないと思うんで、3月2日に2種受けます、試験予定ですって言えば、何もサラピンで行ってる人よりは早い形。おそらくサラピンで行ってる方は入社してから教習所行ってっていう流れなんで、私の場合教習所行く必要はなくなるけども、ただタクシーセンターでの初心講習とか適正検査は受ける必要があると思います。その辺で詳しいことはね、もうすでに働いてる方皆さん詳しいと思うんではしょりますけども、とにかくこの明石がすごいもうアクセス集中で、このね、当たり前なんですけど2月3月って一番繁忙期、その新社会人とか大学生とかがもう一気に取り出す、あるいは高校生になった子たちが原付免許取りに行く、春からの新生活に向けて教習所が満員で、このね、良くも悪くもこの予約制度っていうことによってインターネットにアクセスする環境がちゃんと整っておかないと、電波悪いところに住んでる人とかは大変や思いますね。あとね、この教習所が電波悪いね。教習所がで Wi-Fi 繋いだらいいんだろうけど、その辺分からへんおっちゃんとかは今頃苦労してんちゃうかな。この9時20分から授業始まるその20分前に予約しようみたいな状態の人今日おると思うんですよ。で多分無理やった人もおるんちゃうかな。もうね、すぐに満員になったんで、早いですわ。でこうやって喋ってる間にも多分もう3月の2週目3週目も埋まっていくでしょうから、早く免許取れたい人ほど早く申し込んでおかないといけない。ただ教習所の卒業日程がちゃんと分かればいいんだけど、全然なかなか受からへん子とかは難しいんでしょうね。私の場合5日間のカリキュラムなんで、2月19日に卒業って分かってるんでね、次のステップ、2次元バーコードの発行。2次元バーコード、いわゆる QR コード、伝送さんウェブの商標登録。
この QR コードを発行して、申込書の電子化を先済ましとかないといけないらしいんですよ。これね、2つ目のハードルなんですよ。1つ目がまず予約すること。で、これがまずすぐ埋まると。で、2つ目が二次元バーコードの発行しないといけない。で、これも、わからん人おるんちゃうかな。もちろん私はわかりましたけど、普通は行って向こうで申込書書いてってやるんですよ。それを省略するためにっていう便利な制度なんですよ。先に二次元バーコードを発行しとけば、映画館のチケットと一緒で、現地行ってピッてやったらもう申し込みするですみたいな感じなんですけど、これがね、またちょっとね、本籍入れたりとかね、はい、卒業予定日を入れないといけないとかね、なんかいろいろあって、これまたメカに疎い方は難しいんちゃうかな。私的には、二種免許ってどっち書いたら多分ね、60歳以上の方受ける人もちょこちょこおると思うんですよ。この方々結構苦労してる。ただね、タクシー会社に入社してから、っていう場合であれば、タクシー会社の担当の方のアシストとかも説明もあるでしょうから、事前に先に教習所申し込めるよう、ごめんなさい、先に明石の試験場申し込んでおこうか、それに向けて教習所予約していこうかとかいろいろあると思うんですけど、どこも今パンパンでね、多分、今、この動画見てる方で、これから二種免許取ろう、これからタクシー乗ろうっていう方はね、ぜひね、ご自身のお住まいの地域の教習所の空き状況とか、そして試験場の予約方法とか受験方法を見とかないと、私のようにちょっとタイムラグ発生します。私もほんまやったら、もう2月頭に免許取って、もう3月入る前にもう今月末から働こう思ってたんですけど、もう世の中そう甘くなくて、教習所に入所するのにもう2週間以上待ちました。約1ヶ月。で、試験受けるのにも約1週間、2週間ちょっと伸びちゃいました。合計1ヶ月ぐらい伸びたんですよ。で、もちろん、早く行きたかったら、先ほど最初に申し上げたように、田島というところに行けばね、田島がまだね、2月の27に1名空きがありましたね。行けばいいんだけど、そんな急がんでもいいかなっていう私状態なんで、3月2日の明石に申し込んだと。で、ギリギリ滑り込みセーフ。もう今日の時点でも満員という形でございます。とりあえず今から、ドライブスクール行って、12時間の授業を受けますんで、また、昼休憩か、帰りにまた、どんな感じだったか撮ろう思ってますけども、2日目なんでね、今日は学科測定とかがメインで、あとは実技も何個かありますけど、実技はね、大きく分けてね、安全確認だとかね、急発進、あるいは一時停止の法定の関係、あとは運転技術で、S 字、あと鋭角、で、坂道発進、縦列駐車。こういったものがあります。これ一種の時と一緒なんで、そんなに難しくないんですけど、ただね、縦列駐車は久々やったんで、ちょっと、こんな感じかっていう、できましたけど、ちょっと感覚鈍ってましたね。で、鋭角に関しては、苦手な方は乗り上げてました、皆さん。鋭角に関しては。もちろんあれ、切り返し2回できるんで、本当は余裕なんですけど、結構苦手な人いましたね。乗り上げてる人いましたね。老若男女。運転の場合、これはね、もう言葉で説明できないので難しいですけど、鋭角に関してのコツは、どの時点で鋭角に入っていくか。で、どの時点でバック止めて右に右折するかっていうのは1回だけなんで、このどの時点でってタイミングが全てですね。で、これ S 字とか、坂道発進とかいろいろありますけど、多分、縦列と S 字が多分落ちるポイントになるんかなと思います。その辺は実技のことは他のプロの方が詳しい動画上げてるんで、私に関してはこの手順ね、を今日は主にご説明しました。本日2日目の朝でございます。5日間のカリキュラムで2日目の朝。教習所は順調に行ってます。明石、なんとかちょっと1週間ずれたけど、3月頭の申し込みが完了しました。二種免許取得への道、2日目の動画のモーニングトークでございました。皆さんコメントありがとうございます。いろいろコメントいただきまして。X の方もね、フォローいただいている方々、ありがとうございます。もちろん逆に YouTube から X に行っていただいて、ぜひね、フォローお願いします。適当なことをつぶやいてますんでね。それでは、一旦ここでカットしたいと思います。5日間のうちの2日目の朝でございました。今日も一日、ありがタクシー。新人タクドラチャンネル。午前中終わりました。学科測定と、あと、教習所内での講習、つまり1段階が終了しました。まず運転技術の方は A 判定いただきました。教習所の中でのクランク、S 字、鋭角、あるいは縦列や、
なんていう踏切とかいろいろあるんですけども、まあ、これは A 判定いただきました。無事に終わりました。お疲れ様です。学科測定がね、ちょっと合格点いってなくて、ショックでね、ちょっと勉強頑張らなあかんなって思ったんですけど、これどうしてもね、こう日本語のこの特に兵庫県の試験問題って癖が強いらしくて、教官の方皆さんおっしゃってましたね。大阪とか他府県は素直に読んでて暗記さえしとけば、数字や、単語が間違えているかどうかを見つけるだけでいいんだけど、兵庫県の場合はちょっと癖が強くて、ひねりすぎて、裏の表の裏の表の表みたいな、結局どっちやねんみたいなことが多くて、一個間違えた問題あるんで、ちょっと紹介しますね。これ結構、深く考えたらあかん問題です。運転者は、ハンドルを握った瞬間から、ハンドルですよ。ハンドルを握った瞬間から、すべての能力、自分の能力のすべてを、駆使して安全運転に注意しなければならない。丸か×か。これね、この問題だけで普通にクイズでやられたら多分正解できると思うんですけど、いろんな問題がね、引っ掛けと言いますか、ちょっとこうひねり問題が多いんですよ。〇〇は三角である。丸か×か。で、×です。〇〇だけではございません。〇〇と四角もあります。みたいな。じゃあ丸も含まれてんねんか丸やんけみたいな。なんかそういう、ちょっとこう、っていう問題が兵庫県は特に多いらしくて、今の問題ね、ここに出してます。運転者はハンドルを握った瞬間から、運転だけに集中して、すべての能力をどうのこうの。これね、ハンドルを握った瞬間っていうのに僕引っかかったんですよ。これ答えはね、丸なんですよ。いや、もちろん丸なんですけど、ハンドル握った瞬間でいいのと。乗る前、エンジンかける前、だって車の鍵開ける前から周囲の安全確認とかってあるので、安全確認のステップでいくと、ハンドル握る前に、まず、車の周囲に子供がいないか確認。そして、乗車した後もエンジンかけてハンドル握る前に、異常がないかとか、ミラーを調整、いろいろあるから、ハンドル握った瞬間からじゃないんじゃないかと思って私、×にしたんです。そしたらね、丸やったんです。答え、その通りですと。ハンドル握った瞬間から安全運転に注意しましょうって。ハンドル握った瞬間で本番にいいんですか？ハンドル握る前に、まず車の周囲の確認しなくていいんですか？それともあれですか？一旦ハンドル握ってから集中して全能力を出した後に、車からまた降りて周り確認するんですか？僕はね、ハンドル握った瞬間じゃないと思うね。スタートは。ハンドル握る前から安全運転に集中するモードに変えなあかんと思う。もっと言ったらもう、運転する前の日からもう安全運転の気持ちになっとかなあかん。決してハンドル握った瞬間からじゃなくて、いいと思うねん。っていう、この考え方はダメなんです。これ素直に言わなあかん。ハンドル握った瞬間から運転だけに集中して、全能力を、すべての能力を運転に、安全運転にって、こう、すべての能力。すべての能力。すごいな。視覚、聴力、触覚、嗅覚、すべての能力。決してすべての能力とは言いません。安全運転だけじゃなく、周りの環境や、天気とかにも注意しましょうとか、そういうことしよるやんね。たまにね。なんか、そうじゃないですよ、みたいな。ちゃうねん。その通りや。丸です、これ。はい。ちょっとこれね、私、まだ腑に落ちてへんねんけど。他にも腑に落ちてへん問題あるんですけど、ほとんどが単語での引っ掛けです。例えば、今から出しますけど、車はとかね。自動車はとか、あるいは、軽車両はとかね。車は言うたら結構幅広いんですよ。これ自転車も含む車は。で、自動車は、これもややこしい。自動車ってなったらこれなんですよ。今ちょっと覚えてへんねんけど。で軽車両と、トロリーバス。これ全部含めて、でトロリーバスって何ですの？走ってへん。一部の新潟かどっかの一部の都道府県しかないでしょ。まあまあ、路面電車に関してはね、原付の時からあったんでいいんです。トロリーバス。トロリーバス。これ何ですの？イメージがわかんない。イメージわかんない。トロリーバス。まあそんな形でね、これから2種受ける方、もしくは1種の方も含めて、ちょっとね、教習所での、運転技術はちょっと自分で感覚取っていくしかないんですけど、学科はね、勉強って普通の勉強とはちょっと違いますね。丸暗記まずして、例えば、交差点から、5メートル以内がどうのこうのとか、
坂の頂上付近と急な下り坂はどうのこうのとかね、いろいろあるんですけど、それ覚えなあかんことはいっぱいあります。駐停車、ね、あるいは法定規則、あるいは標識、指示表示、ただね、これ日本語問題だけはね、要注意です。最後もう一回行きましょう。問題。運転者は、はい、私やね。これ車はってあったら×やね。自転車はってあったら×。運転者は、はい、私。ハンドルを握った瞬間から、はい、ハンドルを握った瞬間から、ドア開けて閉めて、座って、ね。で、ハンドルを握った瞬間から、すべての能力を使って、すべての能力。すべての、もうすべて。もう、エクセルの、私、エクセルの関数好きなんだけど、それも含めて、すべての能力。五感って書いてあったらね、視覚、聴力とか言うんですけど、すべての能力。私が DIY でちょっと椅子作ったり、キャンプしたり、その能力も含めて、すべての能力を駆使して、整理整頓好きなんですよ。すべての能力。これ全部駆使して、安全運転に神経を使わなければならないみたいな書いてある。これ丸です。はい。ということで、すべての能力は丸なんです。一部の能力やったら×。すべての能力。で、ハンドル握った瞬間から。運転をする、エンジンをかける前から×。ドアを開ける前、車の周囲確認しましょう。×。ハンドルを握った瞬間から、すべての能力。丸。はい。じゃあ、この後もね、ちょっと一旦休憩挟んで、また、次、2段階に入ります。2段階は何か言ったら、路上講習。ね、外に出ます。そして、シミュレーター。ね、これもグループワークでやります。今までは1対1やったんですけど、今からは路上を3人で、生徒3人。で、シミュレーターも3人でやっていくという流れらしいです。ね、すべての能力を使って頑張りたいと思います。それでは、この動画は今日2日目の動画です。今日は1日終わります。また、明日3日目がありますんで頑張ります。明日は応急処置です。応急救護か。はい。今日も1日頑張りましょう。ありがタクシー。すべての能力。ハンドル握った瞬間。新人タクドラチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。